こんにちは。行政書士社会兼労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は金魚から考える日本と世界ということで、お送りをしたいと思います。先日ですね、銀座三越の中にありますアートアクアリウム美術館銀座に、行ってきました。そちらですね、銀座で金魚を見てきたといった状況で、こちらのイベントですね、毎年夏に行われていて、もう随分長く行っているものになりますけれど、金魚を題材にして日本と世界について少し見ていきたいと思います。まずは金魚ですね。最も身近な、魚の一つではありますけれど、あまりよく知らないといった状況かもしれません。金魚とはどういったものなのか、そしてその種類についてまずは見ていきたいと思います。金魚は淡水魚で、いわゆる観賞用ではありますので、淡水魚の貿易、輸出入額について少し見ていった上で、淡水魚、観賞用の魚ですね、輸出先として一番多いのはフランスという形になっておりますので、フランスのペット事情ですとか労働事情について少し見ていった上で、そろそろ、気になってきている最低賃金ですね、日本もどんどん引き上げといった状況ですけれど、フランスはどうなのかといったところで最低賃金の比較をしていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まず金魚とはそもそも何かと言いますと、野生のフナですね、これが赤い体に変色をしたものをですね、人為的に選択をして観賞用に改良を重ねたものが金魚という形になります。原産は中国ということで、今から500年ぐらい前に日本にやってきた。近年の研究でですね、金魚はもともと遺伝的な変異を起こしやすい性質を持っているようで、日本だけではなくて世界中でさまざまな品種改良というのが行われているそうです。そして金魚の日ですけれど、こちらは3月の3日という形になっているそうです。そして日本における金魚の飼育率ですね、こちら1990年代後半においては約 9% だったそうですけれど、2022年末においては 2.2% という形で、飼育率が約4分の1に下落をしているといった状況ですね。1990年代後半における 9%、今現状の犬や猫の飼育率というのが 10% 前後と言われておりますので、それと同じぐらい高い割合で金魚というのは飼育をされていたことが分かるといった状況ですね。では2022年になって 2.2% になってしまったのは何でかというふうに考えますと、やはりですね、金魚を飼うのはやはり小学生からが一番スタートとしては多いかと思いますので、そもそもその小学生の児童数が減少したのが一つの要因ではないかというふうに言われております。1998年では770万人だったのが、今現状2022年では610万人まで小学生の児童数が減少をしている。また新型コロナウイルス感染症2020年から流行し始めて、お祭りがなくなって金魚すくいがなくなって身近で金魚をくれる機会がなくなってしまったので、飼育率が下がったというふうにも考えられるかと思います。そしてこの品種改良しやすい金魚ですけれど、ではどのくらい、種類があるのかといいますと、日本で作取した品種だけでも約30種類以上というふうに言われております。さらにですね、品種改良しやすい魚ではありますので、中国、イギリス、アメリカなど世界各国でどんどん品種改良というのがされておりまして、全部含めると100種類以上というふうに言われております。その中でですね、代表的な金魚というのをいくつかご紹介をしていきたいと思います。まずは和金と言われるものですね。これは一番、最も身近な金魚ではないかと思います。いわゆる金魚すくいの定番品種という形で、今ある金魚の品種は全てこの和金から派生をしているものというふうに言われております。そして琉金という金魚もおります。こちらはですね、中国から琉球、沖縄を経て中国の方に、九州の方に入ってきたということからですね、琉金という名前がついているそうです。こちらもですね、入手しやすい魚のうちの一つというふうになっています。そして単調と言われるものですね。元は中国の宮廷金魚の一つだったそうで、日本へは昭和30年代に入ってきて、今では広く普及をしている金魚の一つという形で、まだまだ種類はありますけれど、日本でおける代表的な金魚の種類というのをご紹介をしてみました。
ではこの金魚ですけれど、いわゆる淡水魚になりますけれど、淡水魚としての観賞魚ですけれど、輸出入の割合はどのぐらいなのかというふうに見ますと、輸出はですね、2022年においては約7000万円という形で激減をしているんですけれど、それまでは順調に伸びてきていて、2021年では60億円程度の市場規模だったという形になっております。そして輸出先ですけれど、ほぼ半数を占めるのがフランス、そして続いてスイス、アイルランドという形になっております。逆に淡水魚、観賞用の淡水魚を輸入する額というのはですね、ずっと低調だったんですけれど、2022年になって急激に増えているといった状況で、約227億円ほどという形になっております。ではどこから輸入をしているかというと、やはり原産地である中国が一番多いといった状況、その次がチリやパラグアイといった状況になっております。この淡水魚の輸出ですけれど、輸出先としてはフランスがほぼ半分を占めているといった状況で、なぜフランスはこんなに多くのものを淡水魚を輸出するのかといいますと、フランスのペット事情をちょっと見てみますと、フランスというのはペット飼育率が最も高い国の一つというふうに言われていて、その分ですね、法体制も他国よりも随分進んでいるそうです。そして全体で7500万のペットが飼育されているというふうに言われていて、フランス人口の6700万人のうち約半数の世帯が犬か猫と暮らしているというふうに言われております。そして2021年、法改正がちょっとありまして、いわゆるペットショップで犬や猫の展示だとか販売が禁止になったり、水族館でのショーですとか移動式のサーカス、また動物破棄の厳罰化などの規制強化もどんどん進められているといった状況です。また、フランスですけれど、労働事情の方を見てみますと、日本ではですね、1日8時間、週45時間といった労働時間の原則がありますけれど、フランスではどうなのかと言いますと、フランスの法定労働時間に関しましては、1週間で35時間、月で151時間ほど、そして年間では1607時間と決められているといった状況です。ただですね、日本でいう法定労働時間というよりも残業代が発生するの基準時間という形になっておりますので、週35時間とはなっておりますけれど、これを増やすことも減らすことも可能という形になっております。そして最長の労働時間枠ですけれど、こちらも原則ではありますけれど、1日10時間まで、そして週48時間、そして12週の平均で44時間という形になっております。こちらはですね、週または月当たりの定額労働者という形になっておりますので、年額で決まっている方はちょっとまた別で定められているといった状況になっております。そして時間外の割増賃金率ですけれど、こちらはですね、25% から 50% という形で、日本とほぼ変わらない状況という形で推移をしております。そして最低賃金の比較ですけれど、日本ですね、最低賃金どんどん引き上げられていって、令和5年度、また別の動画でご紹介はしておりますけど、令和5年度の引き上げにつきましては41円引き上げで、全国加重平均で初めて4桁、1000円台に乗っかってくるといった状況ではありますけれど、フランスではどうなのかといいますと、2023年1月から引き上げがされておりまして、ユーロベースにもなりますけれど、これを円換算すると約1758円ほどという形になっております。この左側のグラフがですね、フランスにおける最低賃金額ですね、棒グラフの方をですね、見ていただくと、どんどん伸びてきているかと思いますけれど、やはり日本と同じような状況という形が言えるかと思います。そしてですね、このフランスにおいてもやはり物価上昇というのはかなり問題になっておりまして、物価上昇率が 2% だった、そうなので、最低賃金引き上げたとしても実質賃金がマイナスでまだ苦しんでいるといった状況にはなっているので、あまり日本とその構造的な部分では違いがないかなというふうに思いますけれど、やはり、日本はですね、最低賃金、先進国の中では最低というふうに言われておりますので、それどんどん同じレベルで入っていくためにはフランス以上に引き上げていかないと、先進国の中で最低賃金がいつまでたっても低いままというふうになっていくのかなというふうに思います。ただですね、アジアの中では日本は最低賃金が高いといった状況ではなっておりますが、最後に注意点とまとめになります。今現状ですね、アジアの中では高い最低賃金額ではありますけれど、ただ、グラフを見てみますと、急速にですね、アジアと日本の賃金格差というのは急速に縮まっているといった状況で、
以前はですね、40倍、50倍、30倍近い賃金格差があったかと思いますが、今現状ではもうフィリピン、中国ではほぼほぼ格差がなくなってくる。またネパール、ベトナムに関してもどんどん格差が縮まってきているといった状況になってきております。日本国内においては人口減少と少子高齢化による人手不足といった状況、また国外においては賃金格差の縮小によってどんどん選ばれない国になってくるといった状況が見えてきています。したがってですね、今後最低賃金の引き上げといった制度的な部分に関わらずですね、今後事業の継続というのを考えなす必要があるのかなと。それにはですね、今後の採用、人員計画、賃金の見直し、そして国内事業でいいのかどうかといった形での事業戦略の見直しというのが不可欠になってくるのかなというふうに考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。